本大河のオールナイトニッポン。京本大河。最近、寿司を握ることを極めようとしている。ちょっとスタッフさんちょっとあれだな。もうちょっと静かにしてくんないと。もうラジオ始まってるよ。ちょっと最近たるんでるね。京本大河。最近、寿司を握ることを極めようとしている京本大河。まあ、最近の寿司事情はね、握れてないな。握れて極めようとしてんねん。握りたい。握れてないな、でも。握りたいんだ。とっても握りたいけど、まあね、まあ個人的な話で、まあちょっと今舞台稽古とか、まあちょっとね、立て込んでいて、まあちょっと握れてない現状が続いているんですけども。握れてない。まあでもね、握ること決して諦めてはいません。なんかかっこいい話になってるけど。まあ俺的には絶対握ってやろうって思ってる、そういう寿司があります。まあそれをちょっと今日皆さんに、ちょっとね、これまた、リスナーさんにちょっとね、ビッグなニュースがあります。まあ僕が握りたいと思っている寿司を発表します。ネタってことかな？ビッグエビ寿司。は？まあ、これはどういうことなのかって、まあ、新規リスナーさんはね、わかんないかもしれないです。まあ、ずっと僕のことを追いかけてくださっているリスナーさんはきっとこの一言で、なんとなく察しはついたと思うんですけれども、まあもう一度一応言いますね。もう分かった。ビッグエビ寿司でしょ？ビッグエビ寿司。分かったよ、だから。これどういうことか。1回目で分かった。まあちゃんと説明しましょう。それ。まあ世の中には、まあ、いわゆるお寿司屋さんとかに行って、まあ回転寿司でもこう出てくるエビのサイズってね、まあいわゆるこう一つのちっちゃい皿に2貫乗るぐらいの、それぐらいのエビ寿司ですよね。まあですけども、僕が心をこう目指している、こう、高みを目指して試みているものは、いわゆる車エビとか、伊勢エビとか、伊勢エビ？大きなエビあるじゃないですか。その大きなエビの、まあ、車エビと伊勢エビサイズだいぶ違うけどな。まあ、剥ける限りの皮を剥いて、剥ける限りって言うけど、で、まあ、剥けるのは基本剥いた方がいいんだよ。その下に、そのエビに見合うシャリを置くと。つまり、相当大きなエビ寿司ができるんじゃないかっていうのが俺の、まあ、計画というか、まあ、研究していきたいっていう部分でありまして、まあ、このでっかいエビ寿司をじゃあ、ね、どうやって食べるんだっていう。握りたいの話。まあ、相当大きい車エビだったり、伊勢エビだったり、サイズだいぶ違う。相当でかいエビのシャリ付きのお寿司。まあなんか今手で表してるから。どうやって食べるのかって言いますけれども。まあやっぱね、お寿司って基本片手で行くか、お箸で食べるかだと思うんですけど。そうだね。一口ぐらいでいけるよね。やっぱこう、メロンパン持つときみたいに、両手でこう持って、縦に、縦にこう、まるでマジシャンがこうトランプを口から出すときみたいな。それの逆バージョンみたいな。食べるときに。出すんじゃなくて入れてく。例えるときに逆バージョン言わないんだって。マジシャンがトランプを口から出すときみたいな。それの逆バージョンみたいな感じで。分かった。こう、でっかいエビ寿司を。食べる例えで出す話しないでよ。縦にこう入れて、喉に入れてくっていう。噛めよ。それをやりたいな。危ない話するなよ。そんな夢がありますので、まあ近々。そんな危ない話するな。まあ写真付きで、まあラジオの皆さんにお届けしたいと思います。いや、無理だよ。ラジオなんだよ。まあそんなことで寿司を極めて、まあ寿司王子になり、私はニューヨークに行きます。日本でいいよ。ところで皆さん、イカって記憶力が全く劣らないっていうの知ってましたか？これ、意外に初耳って人いるんじゃないですかね。まあ、いつどこで、どんな餌を食べたのかとか、あと何年経っても、そういうことを忘れないそうなんですよね。イカってすごいですよね。まあでもすごいと言ってもね、今僕の方が、絶対忘れないんじゃないかな。何と戦ったの？記憶力は負けないぞっていう。何まあなぜなら。なんでイカと戦ったの？まあイカはあのサイズ感でそんだけ記憶力があるってことは、まあ、
僕なんかもう身長ね、イカよりもっとでかい。何と戦う？まあ、ダイオウイカとか知らないですよ。まあでも、何基本的にはめちゃくちゃ僕の方がでかいと思います。ってことは僕の方が記憶の入るスペースがいっぱいあるんじゃないか。いやいや僕の方がねそういうことじゃない、スペースに入れて。僕の方が強いんじゃないかということで。強いまあ、つまり僕は、腕っぷしの話イカということで。違うよ。じゃあ買ってないじゃん。まあ、つまり、イカじゃん。イカ元大化。まあ、これはわかりづらい、イカ元。で、大河。まあ、普通最初にイカをつけてしまったんだかわらかってるよそれそうだって解説しなまあもうくていいんだよ、イカ元大河でいいじゃないか。だけど、大河の大河のイガ。ここもイカに変えるのが、本当はね、こう、もったいなくないよねっていう。しっかり、イカを使えるとこはイカいっぱい使ってこうよっていう。イカチャンスじゃんっていうことで。イカちゃんまあこう、イカ元大河を、まあ、大化にすることで、それだってあんま解説しない方がいい。まあ、よりイカ感を出す。よりイカ感。まあ、こういうことで聞かない、とまあ、つまり僕のことはまあ、イカちゃんっていうよりかまあ、キョモって呼んでもらいたいなっていうふうに思います。なんだじゃあ今のイカ元大化。いやー、でもねどっから出てきたの、イカって10本足があるって言うんですよ。うんまあ確かにね、まあ人間的にはまあ二足歩行なんて言われていて、まあ動物も四足歩行とかありますけどまあそうだね、イカ10本。うんね、これね、イカ同士の相撲なんかやっちゃったもんなら、足10本もあったらイカちゃん倒れないんじゃないかな、みたいな。これイカ同士が相撲して、空想の話こうやってイカ同士がこうやって突っ張りし合ったら、倒れないんじゃないか。あれ突っ張り、イカ、突っ張りできんのかなと。足10本あるけど、まあ、そのうちの端の2本を手と捉えて、それでお互い突っ張りし合ったら、まあ、相撲にはなるか。まあでも空想のな話いいよ。とにかく僕は、イカを極めに、ニューヨークに行きたいと思います。イカを極めにニューヨーク。いやー、まあ、イカの相撲。これはぜひ見ていきたいものですよイね。カの相撲でイカを極めてニューヨーク。はい今週の、トマトニュース。おい、リバーブが長い。いやー、ちょっとイカ相撲から離れがたいところはあるんですけれどいやも、離れたいよ、みんな。トマトか。なんで嫌がってんだよ。これが一番まともなんだよ、これで。ちょっとイカのニュースって今日はないですか？いや、ないよ、ない。いや、ちょっと、イカのニュースないですか？じゃあ、トマトの方がいいって、これ大体。ない。トマトいや、あるでしょ。なんでないの？ないよ。イカのニュースってずーっとこうやって、ないってやってるあんた誰よ？誰なのスタッよ？フだろ、お菊だよ、お菊。こんななんか、ね、最近見慣れない顔で。お菊だろ。うちは一つのカンパニーでやってるけど、新しい顔ぶれじゃない。ちゃんと挨拶来たのかい？来たよ。それで言うといっぱいしてたよ。あ、そう、挨拶したのか。いっぱい話してたよ。前のやつ出せよ。前のやつって言って、三浦さん。前のやつどこだよ。熊さん前のやつどこなんだよ。別に角張ってるわけじゃない。さすまたこっち3つあんぞ。角張ってるわけじゃない。さすまたあんぞ。じゃあ何か、なんか、悪いことして角張られてるわけじゃないか本当に、ちょっと取り乱してしまって申し訳ありませんでしら。た。かなりで。北陸最大のトマト産地、すごい入り方。石川県小松市で夏秋トマトが、今年は初めての出荷を迎えたそうです。トマトね。まあ夏に秋と書いて夏秋。まあ水分が多く酸味と甘みのバランスがいいという、まあこの夏秋トマトなんですけれども、まあ今の時期は冷やして生で食べてほしいとのことなんですよね。いいじゃない。まあ言われなくても、まあ僕の食べ方はね、基本的に冷やして生で食べます。いいよ、そんなので、それは舐めないでください。いやいや、突っかかんなくていいよ、それは。最近ね、おすすめしてまあ実は僕ちょっとグループ活動をしているんですけれど、まあメンバーから、こう、京本大河のトマト好きっていうのは嘘なんじゃないか。ああ、出てる。なんかトマト食べてるとこ全然見ないな、みたいな。まあそういう説が出ている。まあ非常に心外な説を唱えられているんですよね。まあそういうね、メンバーはもう容赦なく、まあ僕が抱えているトマトスパイに消してもらいます。怖っ。いろんなことが怖い消してもらうの今も怖いし、 2秒前に1人消えました。じゃあ消してもらうも消えるもトマトスパイも怖い。今また1人消えました。早いな。あと残すところ4人。もう秒読み。今、2人同時に、今のパターンは2人同時に消えました。怖いな。最初1人消えて1人消えたんですけど、今残すの俺じゃねえか2人消えました。あと俺なんであと1だけじゃねえか。人なんですけれども、いやーちょっとね、俺以外もう誰もいない。トマトスパイにも限界があって、まあトマトに対してこう悪態ついたものは消していくっていうのがまあトマトスパイの力ではあるんですけど、限界があって今日はちょっとね、ここまでということで。まあということで、まあ早速お送りしてきた京本大河のオールナイトニッポンなんですけれども、早速ここでしてきた
お別れの時間となってしまいました。早速お送りしてきたってね。放送はこの後、これ皆さんだけに教えます。トマトスパイのジュリが話しあ、ます。俺がやってたの？ここまでのお相手は、京本大我、丸出しでした。意味わかんない。じゃあ、京本大我やでした。っぱ丸出しがね、世の中を救うと思います。丸出し。そんな気持ちを込めて、何？ここで一曲。そうだな世の中を結局動かしているのって何だと思う？世の中を動かしてる。なんだろう。確かに、人、お仕事、わかんない。友情、いろんな形が、ん愛情、いろんな形が世界を動かしています。だけど、僕はこう思うんです。時計が動かしてるんじゃないかなって。ギター弾くな。ギター？あ、一曲流すんじゃなくて歌うの？大きなのこの古時計、おじいさんの時計、100年いつも動いていた自慢の時計、おじいさんの生まれた朝に買ってきた時計さ、いいんですか？カナエボさんのやつだよね。今磯野さん、も人のやつをやってるやつを勝手にやんの？その時計いいね。俺知ってるよ、いっぱい聞いたから。 100年加納さんのやつだよね、これ。まずあ、完全にやるんだ。おじいさんとあ、そう、一緒完全にパクるんだね。完全にパクるんだ、これ。長い。ブレイクするんだね。DJ スネークみたいな。今はもう動かないおじいさんと共に過ごしてきた時間は、じゃあ笑ったり泣いたりしたこと全部決して忘れない。うめえな。そのうっとうしい今のアルペジオ。時計、人のやつやってるやつ勝手にやるのやめない？これが曲だったんだね、本当に。流すわけじゃないんだ。人が歌う。しかも人のやつのをやってる人のをやるやつ。ありがとうございました。